日本語能力試験スーパー模試 N3 模擬テスト第3回聴解。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。2人は明日どうしますか？明日大丈夫だよね。11時に駅だよ。うん。でも、駅は寒いよ。駅前の喫茶店にしない？あそこなら暖かいし。すぐ電車に乗らなきゃならないんだから、ゆっくりしていられないよ。じゃあ、本屋は？本屋は広いから探すのが大変だし、駅から離れてるじゃないか。駅に行くまでに時間がかかっちゃうよ。うん。だけど、私寒いところで待つの嫌なんだもん。待たなくてもいいように、ぴったりに着くようにすればいいじゃないか。わかった。2人は明日どうしますか？2番、銀行の機械の前で男の人が銀行員と話しています。男の人はこれからどうしますか？すみません。お金が下ろせないんですけど、はい。いくらお引き出しですか？ 100万円なんですけど。お客様、申し訳ございません。機械では50万円までのお引き出ししかできないんです。そうなんですか？じゃあ、2回に分けて下ろせばいいんですね。いえ、1日のお引き出しの合計が50万円ということなんです。じゃあ、違う機械ならいいんですか？いえ、50万円以上のお引き出しは窓口でお願いしております。今日は通帳とハンコをお持ちですか？いや、持ってきてないです。家にありますよ。困ったなあ。今日中にどうしても必要なんだ。申し訳ございません。じゃあ、すぐ取ってきますよ。窓口は3時までですから、お急ぎください。男の人はこれからどうしますか？3番、会社で女の人と部長が話しています。会議はいつになりましたか？部長、次の会議のことなんですが、ああ、水曜日の9時からの予定だったね。それが確認しましたところ、その日は一日他の部の会議が入ってしまっているそうで、会議室が使えないらしいんです。前日の火曜日の午後か、翌日の木曜の午前中なら空いているんですが、木曜日は確か ABC 社との打ち合わせが入っていたんじゃなかったかな。ええ、ですが打ち合わせは2時半からですので、十分間に合うかと。そうか。じゃあ問題ないな。予定より早くするよりいいんだろ？はい。資料の準備がギリギリになりそうでしたので、助かります。じゃあ、それで決まりだな。じゃあ、そういうことで、みんなに連絡しておいて。はい、わかりました。会議はいつになりましたか？
4番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後どうしますか？山口さん、帰らなくていいんですか？ 6 時までに港市民ホールに行くって言ってたじゃないですか。市民ホールは港駅でしたよね。ここからは電車で2つ目ですから、まだ大丈夫ですよ。でも、あそこ、駅から結構歩くんですよ。15分ぐらいかかるんじゃないかな。港駅から市民ホール行きのバスもありますけど、あまり本数がないし。え、そうなんですか？じゃあ、ここからタクシーで行った方がいいでしょうか？この時間は道が混んでいますから、かえって時間がかかると思いますよ。そうですか。じゃあ、頑張ります。足には自信がありますから。じゃあ、お先に失礼します。女の人はこの後どうしますか？5番、会社で女の人と男の人が話しています。ポスターのデザインのどこを変えますか？田中くん、夏休み子供映画会のポスターできた？はい、こんな感じでどうでしょうか。映画のタイトルを大きくして、目立つようにしてみました。悪くないけど、タイトルが大きすぎて絵がよく見えなくなってるわね。そうですね。じゃあ、絵に重ならないように、タイトルを絵の下に動かします。それと、日にちや場所なんかの情報、ちょっと文字が小さくて子供にはわかりにくいんじゃないかしら。でも、それは親と一緒に来るでしょうから、大丈夫だと思いますよ。ああ、まあそうね。じゃあこれで行こうか。でも地図はもっと大きくして。わかりました。では、すぐに直します。ポスターのデザインのどこを変えますか？6番、先生が学生に説明しています。学生は授業を休んだら、まず何をしなければなりませんか？この授業では毎回宿題を出します。遅れて出した宿題は採点しませんから気をつけてください。授業を欠席した場合は、次の授業までに必ずできるだけ早く私に連絡して宿題を確認してください。それから次の授業には欠席届を持ってきてください。欠席届は学校の事務室にあります。学生は授業を休んだら、まず何をしなければなりませんか？
問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、父親と娘が話しています。娘はメガネをどこに置きましたか？なんだ？何か探し物か？メガネ。いつもこのテーブルの上に置くようにしてるんだけど。お父さん知らない？メガネ？見なかったぞ。落ちてるんじゃないか？ないよ。確かさっき父さんにコーヒー入れてくれた時はかけてたぞ。台所じゃないのか？もう探した。コーヒー入れた後はどうしたんだ？台所で私もコーヒー飲んで。あ、そうだ。コーヒーこぼして服汚しちゃったんだ。それで洗濯しなきゃと思って2階の部屋に服を着替えに行って、その時メガネ外したんだ。じゃあ上にあるだろ。見てくる。あったあった。よかった。メガネがないとテレビ見られないんだよね。娘はメガネをどこに置きましたか？2番、女の人と男の人が話しています。男の人が朝早く起きるのはどうしてですか？課長、おはようございます。もういらっしゃってたんですか？最近早いんですね。ああ、おはよう。そうなんだ。この頃朝早く起きているからね。私もなんです。暑くて寝ていられなくって。いや、僕はそうじゃないんだ。と言っても、年を取ったから早く目が覚めてしまうということでもないよ。別にそんなことは。でも、今、朝早く起きるのが流行ってるみたいですね。早く起きるのに流行るも何もないだろう？いえ、あるんですよ。最近は朝会社に行く前に自分の趣味のための時間を持ったり、英会話の学校に通って勉強したりするのが流行ってるんですって。ああ、じゃあ僕のもそれに入るかな。毎朝1時間、体を動かして、シャワーを浴びてすっきりしてから会社に来るんだ。へえ、健康的ですね。男の人が早く起きるのはどうしてですか？3番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどうして早く家に帰りたいのですか？
仕事終わったんでしょ？これからみんなと飲みに行くんだけど、倉田さんも一緒にどう？あ、今日はちょっと。何か予定でもあるの？いえ、予定というか、早く家に帰らないと。まだ6時だよ。少しぐらいいいでしょう。行こうよ。行きたいんですけど。実は今朝、うちの犬が元気なかったんですよ。それで、ちょっと心配なんです。そうなんだ。でも倉田さん、ご両親と一緒に住んでるんでしょ？ご両親が面倒を見てくれるんじゃないの？いつもはそうなんですけど、今、両親が旅行中なんです。だから、早く帰って病院に連れて行こうかなって思って。そうなんだ。それは心配だね。また今度誘ってください。すみません。女の人はどうして早く家に帰りたいのですか？4番。母親と息子が冷蔵庫について話しています。母親はどうして新しい冷蔵庫が買いたいのですか？電気屋の広告、いろいろ見てみたんだけど、最近の冷蔵庫って電気代があまりかからないのね。ああ、そういうのが売れてるみたいだね。何？冷蔵庫を買うの？壊れた？そういうわけじゃないんだけど、あなたたちが家を出てお父さんと2人だけでしょ？だからね。大きすぎるってこと？それで新しいの買うのはもったいないよ。それに、母さん、いろんなもの買っておくから、大きい方がいいと思うけどね。そうじゃないのよ。2人だと料理を作っても余って仕方がないのよ。だから冷凍しておくことが多いんだけど、今の冷蔵庫だとちょっとね。ああ、そういうことか。じゃあ、冷凍庫が大きいタイプのがいいね。母親はどうして新しい冷蔵庫が買いたいのですか？5番。女の人が男の人にインタビューしています。男の人はどうして正月に田舎に帰りませんか？すみません。ちょっとよろしいでしょうか。お正月休みはどう過ごされますか？正月ですか？妻と一緒に香港へ行こうと思ってます。毎年海外に行かれるんですか？最近はそうですね。前は田舎に帰っていたんですけど、正月は飛行機も混んでいるし、しかも、うちの田舎は往復の交通費だけでも一人3万円ぐらいかかるんですよ。それに、親戚の子供たちにお年玉をあげたり、お土産を買っていったりしなきゃいけないし。ああ、結構お金がかかりますよね。ええ。でも最近は、海外でも近くの国なら、ホテルと飛行機代がついて3万円なんていうのがあるじゃないですか。だから、ついそっちに行っちゃうんですよね。
田舎には両親がいますから、一年に一回は帰るようにしていますけど、正月はね。男の人はどうして正月に田舎に帰りませんか？6番。男の人が話しています。この人はメールで絵文字を使うことをどう思っていますか？メールをするとき、絵文字を使っていらっしゃる方も多いと思います。文字だけでなく、笑っている顔や泣いている顔の絵をつけることで、簡単に気持ちを伝えられて、とても便利ですよね。若い人だけでなく、絵文字を使うのは今や当たり前になっているようです。ですが、仕事のメールで絵文字を使うのはちょっとどうでしょう。いくら便利でも使わない方がいい時もあるのです。社会人なら、そのあたりをよく考えるべきですね。この人はメールで絵文字を使うことをどう思っていますか？ここでちょっと休みましょう。では、また続けます。問題3。
問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、テレビで女の人が話しています。食べ過ぎが体に悪いことは皆さんもご存知ですね。ですが、食べたいという気持ちを我慢するのは難しいものです。太る原因になると分かっていても、ついつい食べ過ぎてしまったという経験がある方も多いのではないでしょうか。そういう方はぜひ、よく噛んで食べる習慣をつけるようにしてください。そうですね。30回ぐらいは噛むといいでしょう。そうすると、お腹がいっぱいになったと感じ、食べ過ぎることがなくなるんです。食べるのを我慢しようと思うとストレスになりますが、これなら簡単ですよね。女の人は何について話していますか？ 1、人間が太る原因。2、食べることを我慢する方法。3、食べ過ぎてしまう理由。4、食べ過ぎない方法。2番、男の人が話しています。会社を辞めたのは3年前のことです。残業ばかりで家族と全く会話もできず、ストレスから病気になってしまいました。そんな私に妻が自分の好きなことを仕事にしたらと言ってくれたんです。そこでそれまで趣味だったパン作りをちゃんと勉強してこのパン屋を開いたんです。収入は前の会社の給料とは比べ物になりませんが、毎日とても楽しいです。妻も店を手伝ってくれているので、夫婦の会話も増えました。何より、私のパンを食べて美味しいと言ってくれるお客さんの笑顔が嬉しいですね。男の人はどうしてパン屋を始めましたか？ 1、妻が2人でパン屋をやりたいと言ったから。2、妻に好きな仕事をしろと言われたから。3、前の会社は給料が安かったから。4、お客さんの笑顔が見たかったから。3番、男の人と女の人が話しています。日本のお母さんは子供を叱りませんよね。そんなことありませんよ。私は子供の時、よく叱られましたよ。叩かれたこともあります。叩くのはちょっと。でも、この間レストランへ行った時、子供たちがすごくうるさかったんです。店の中を走り回ったりして。でも、お母さんたちは何も注意しないでおしゃべりをしていましたよ。ああ、そういうお母さんたちのことは問題になっているんですよ。子供には何が悪いことかしっかり教えなければね。そうですよね。男の人が言いたいことはどんなことですか？ 1、子供が悪いことをしたら親は叱るべきだ。2、子供が悪いことをしたら叩くべきだ。
3、何が悪いことか知らない母親が多すぎる。4、レストランでは楽しくおしゃべりするべきだ。問題4。問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、コーヒーを注文したのに紅茶が来ました。何と言いますか？ 1、これはコーヒーというより紅茶ですか？2、コーヒーを頼んだはずですけど、3、どういうわけで紅茶を持ってきましたか？2番、先生の本を見たいです。何と言いますか？ 1、この本見ていただけませんか？ 2、この本見せてもよろしいですか？ 3、この本見せていただけませんか？3番、公園の花壇に入っている人に注意したいです。何と言いますか？ 1、花壇に入っちゃダメですよ。2、花壇に入っちゃったんじゃないですか？3、花壇に入らなきゃいけませんよ。4番、お土産のクッキーを会社に持ってきました。何と言いますか？ 1、よかったらいただいてください。2、よかったら召し上がってください。3、よかったら召し上がってもいいですよ。
問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。すみません。注文お願いします。1、はい、少々お待ちください。2、気にしないでください。3、いいえ、どういたしまして。2番。怪我をしたと聞きましたが、いかがですか？ 1、いいえ、聞いたことはありませんよ。2、このくらい何でもありませんよ。3、すぐ病院に行った方がいいですよ。3番。今でも日本語を勉強しているんですか？ 1、はい、もう勉強しました。2、いいえ、まだ勉強していません。3、いいえ、もう勉強していません。4番。今日はパーティーにお招きいただいてありがとうございます。1、またお招きください。2、楽しんでくださいね。3、お先に失礼します。5番。木村が帰りましたら、こちらからお電話差し上げましょうか？ 1、すみません。ではお願いします。2、どちらにお電話しましょうか？3、すぐ来ていただきありがとうございます。6番。ゴルフなんて私には無理よ。1、やってみなきゃわからないよ。2、テニスの方が面白いね。3、じゃあ、明日はゴルフに行こう。7番。その本、私にも読ませて。1、ありがと2、う。うん、いいよ。3、そんな、悪いよ。8番。ちょっと休んでいきませんか？ 1、はい、すぐに行きます。2、そんなことありませんよ。3、ええ、そうしましょう。9番。あ、このレストラン、今日は休みだったんだ。1、何食べようかな。早く入ろうよ。2、ほんとだ。空いててよかったね。3、残念だね。
楽しみにしてたのに。これで模擬テスト第3回聴解を終わります。